皆さんこんにちは。今日も最新のウクライナ情勢について、公開情報をコンパクトにまとめて地図を使って、いち早くわかりやすくお届けします。最初に視聴者様にお知らせです。戦況図は海外から見る人が一定の割合でいますので、独立した英語の副音声をつけました。公開後しばらくしてから聞くことができます。チャンネル登録して通知をオンにすると、動画公開時に連絡が来ます。過去の動画も再生リストから合わせてご覧ください。ウクライナ情勢。ロシアがキーウに侵攻してから1102日になりました。まずは全般的な事柄です。先ほど公表されたウクライナ軍の参謀本部の最新の発表によると、ロシア軍の損失は兵士1110名、戦車8両、装甲戦闘車25両、砲51門、多連装ロケット2両、防空システム3機、ドローン192機、その他車両122両となっています。戦線全体では、1日で91回の地上戦の報告がありました。BBC とメディアゾナは、ウクライナで戦死したロシア人の年齢を公開情報で調べたところ、最高は71歳、最も多いのは46歳から47歳の契約兵で、定年を迎えた高齢者だったと伝えました。ちなみに、ロシアの平均寿命は、男性で68歳と世界的に見ても短く、ウィーン人文化学研究所のロゴフ氏は、家族で入隊事務所にやってきて、豊かな暮らしのために、承知の上で入隊する人が多いと説明しました。ある契約兵は、調査に対し、このお金は、結婚したばかりの長男と、大学に進学する次男のためにアパートを買うと答えました。戦況図と並んでよく見られているウクライナとロシア情勢のニュースコーナーです。YouTube のチャプター機能で必要なところを見ることもできます。1番目。イギリスのスターマー首相はアメリカから戻ったゼレンスキー大統領と会談し、ウクライナの防衛力を強化するため、ウクライナに32億ドルの融資を行う協定を締結しました。返済は差し押さえたロシア資産から行われます。スターマー首相は、イギリスは全面的にウクライナを支持し、必要な限りウクライナを支援すると述べ、絶対的で揺るぎない決意があると付け加えました。スカイニュースでは、これはアメリカに対するイギリスのメッセージだとしています。2番目。歴史的な鉱物協定の決裂から一夜明けて、ウクライナはアメリカの軍事支援なしで戦うことに自信を深めています。ディフェンスエクスプレスの軍事専門家のスグレツ氏は、アメリカが提供するサービスや兵器は別のもので代替できると分析しました。例えば、パトリオットは SAMP-T で代用でき、ハイマースはドローンで十分代替可能だ。衛星画像や巡航ミサイルの位置など情報データには完全ではないにしても何かしらの代替案が存在する。スターリンクについてもクルスクのウクライナ軍ではスターリンクを使っていない。懸念があるのはストームシャドウ、スカルプ EG の誘導に必要なデータで、これはアメリカに依存しているが、英仏がその気になれば解決すると思うと説明しました。3番目。また、軍事専門家で、ウクライナの偽情報対策センターのコバレンコ所長は、さらに踏み込んで、ウクライナはアメリカ抜きでも戦うことができ、むしろアメリカの方が深刻な問題を抱えて困るだろうと分析しました。同氏は、まず、これまでのトランプ政権の脅しについて、メキシコ湾をアメリカ湾と呼ぶことには成功したようだが、グリーンランドの取得は失敗し、カナダは51番目の州にならず、パナマ運河はアメリカの管理にならなかったと、ほとんど成功しなかったと指摘しました。次に、おととし10月に共和党がウクライナ支援を阻止したことについて触れ、ウクライナはアメリカの支援なしで半年間防衛できた。そこから
ウクライナはドローンを発達させ、さらに強くなったが、今のロシア軍は格段に疲弊し、深刻な状態だと、過去の前例と比較しました。さらに、ウクライナへの軍事支援を停止することについても、これはアメリカ自身に大きな打撃を与える。ウクライナはアメリカ防衛企業と数十億ドル規模の契約を結んでいる。アメリカは契約に基づき生産拠点を作り、雇用が創出された。これを停止すれば、投資は無駄になり、政府は違約金を払い、雇用は失われ、失業率は上昇する。トランプ氏は、最後の大統領任期だから気にしないだろうが、共和党の支持に大きな打撃となると説明しました。最後に、アメリカは、ロシアと親密になれば、中国と欧州、ウクライナは距離を縮めるだろう。中国から見て、欧州とウクライナは5億人の市場だ。トランプ氏は、ビジネスマンとしても、最大の過ちを犯すことになるんじゃないかと、経済連携について指摘しました。それでは、各地域の戦況です。戦況の変化のあるところを中心にお伝えします。その変化は大画面で、フルスクリーン表示にしていただくと、街並みや日付とともに追いかけることができます。説明にあたり、過去に海外で起きた事件を参考に、ルジアンやルシアン軍など、YouTube 用に最適化した表現を使用しています。北東部クルスク、ハルキウ方面。双方が攻撃と奪還を行っているクルスクとハルキウ方面の戦況についてお伝えします。クルスク方面。作戦に影響を与えるクルスクの天気は曇り。最高気温-1度、最低気温-3度。今日の天気予報も曇りとなっています。気温は急速に回復し、来週は最高気温で10度前後の予報となっています。この方面で、ルジアンは、スジャの補給線の遮断を目標に、18回攻撃を行い、25回の空爆を実施しました。1番目。ウスペノフカ付近の国境沿いでは、複数の情報を総合すると、ウクライナ軍が国境まで後退し、空いたところにルシアン軍が入ったとして、戦況図を更新しました。また、ウスペノフカは、奪還を示す赤マークに変更しました。面積は12平方キロになります。2番目。ルシアン軍が越境攻撃を行っているノベンケでは、ルシアン軍が国境近くに地雷を設置し、ウクライナ軍が再度侵攻しないような措置を取りました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍が撮影したもので、ウクライナ軍の車両が地雷で遺棄されている様子となっています。地雷を設置したということは、今のところ国境を越えて侵攻するつもりはなさそうです。こちらは、戦況図に変更はありません。3番目。複数の情報によると、ルシアン軍は、ノバヤソロチナに攻撃を行い、ルシアン側に近い情報では集落を奪還したとの主張をしていますが、今のところ確認できる情報がありません。それ以外では、ルシアン軍の攻撃は成果がなく、戦況図に変更はありませんでした。ハルキウ方面。この方面で、ルジアンの攻撃の情報はありませんが、ボフチャンスクではウクライナ軍が反撃しました。位置情報付きの映像によると、ウクライナ軍はドローンで支援した歩兵部隊が高層アパート街でルジアンの掃討作戦を行い排除しました。ご覧いただいているのはウクライナ軍の第57機械化旅団のもので、地図の場所の様子を観察しているところとなっています。こちらでは14歳以下のお子様の健全な成長のために生き物が怪我をしたり苦しんでいる様子はお見せできませんので、編集しています。この付近は2週間ほど前にルジアンが占領したところですが、その後疲弊し、戦況図ではルシアン軍の占領地を2平方キロ縮小させ、係争地に更新しました。北東部ルハンスク州方面。東部チャシフヤール方面。
クピャンスクからチャシフヤール方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、クピャンスク方面で2回、スバトベクレミンナ戦も2回、シベルスク周辺でも2回、チャシフヤール方面も2回、トレツクの方向では16回と数を揃えて攻撃を行いました。ルシアン軍の攻撃も単調で、攻撃は装甲車両1両と小規模で予想通り撃退されるような状況です。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第66機械化旅団のもので、テルニー付近で前進を試みるルシアン軍の BMP 歩兵戦闘車を観察している様子となっています。チャシフヤール方面。この方面では、バフムト占領以来1年半続いたルジアンの攻勢は限界を迎え、ウクライナ軍が反撃をしています。ルシアンの軍事ブロガーも、この方面の戦況について、天候が回復し、ウクライナ軍のドローン作戦が激化しているため、我が軍の活動が困難になっていると苦戦を伝えています。そのうち、市街地北の住宅地では、位置情報付きの映像によると、ルシアン軍は、駅の北の工場に立てこもり、ウクライナ軍が反包囲しようとしています。ルシアン軍は、工場の西と南で、ドローンによる攻撃を行い、抵抗を続けています。戦況図では、西側の8ブロックと、駅の南の1ブロックをウクライナ軍が奪還したとして更新しました。トレツク方面。この方面では、ウクライナ軍が市街地で虫食い状に反撃を行い、建物単位で支配が異なる状況となっています。ここ数日ルジアンの攻撃は3つの建物で活発で、少数の歩兵で建物に取り付いて再占領を狙っています。そのうち、スタジアムの北の地図の場所では、位置情報付きの映像によると、ルジアンが建物に取り付き、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍のキジャーク国家警備旅団のもので、地図の場所にいるルジアンの様子を観察しているところとなっています。戦況図では、この高層アパートの一部を、ウクライナ軍の奪還地から係争地に更新しました。それ以外は、ルジアンの攻撃はウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。南東部ドネツク州、ポクロフスク、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面の戦況についてお伝えします。この方面でルジアンは、ポクロフスク方面では26回、コスティアンティノピル、ベリカノボシルカ方面で8回攻撃を行いました。ポクロフスク方面。この方面でルジアンは疲弊し、ポクロフスク攻勢は失敗しましたが、ルジアンは攻撃をやめず、ウクライナ軍が局所的な反撃に転じています。そのうち、ポクロフスク南西にあるピシチャネでは、ルジアンは集落で建物を渡り歩き、占領を試みていて、ウクライナ軍がドローンで排除しています。ご覧いただいているのは、ウクライナ軍の第32機械化旅団のもので、地図の場所のルジアンを観察している様子となっています。戦況図では、この付近10県ほどを、ウクライナ軍の奪還地から係争地に更新しました。それ以外は、戦況図に影響のある情報はなく、ルジアンの攻撃は前進にはつながりませんでした。コスティアンティノピル方面、ベリカノボシルカ方面。この方面では、ルシアン軍は損失を出しつつも、装甲車両の配備を増やし、機械化攻撃を行っています。そのうち、ベリカノボシルカの北にあるスクドネでは、位置情報付きの映像によると、ルジアンが集落に奇襲攻撃を行い、その後ウクライナ軍が退却し、集落を占領しました。ご覧いただいているのは、ルシアン軍の第5戦車旅団のもので、地図の場所で旗を掲げる様子となっています。戦況図では、集落の一部を除き、係争地からルジアンが占領したとして更新しました。南部ザポリージャ州、南部ヘルソン州。これらの方面で、ルジアンは
ザポリージャ方面でのみ6回攻撃を行いましたが、ウクライナ軍が撃退し、戦況図に変更はありません。その他、ノルウェーで90年以上の歴史がある燃料供給会社のハルトバックバンカーズは声明を発表し、ノルウェーに駐留する米軍とノルウェーに寄港する米国艦船に燃料供給を直ちに停止したと発表しました。同社はトランプ大統領とバンス副大統領がホワイトハウスでゼレンスキー大統領を攻撃したシーンを反逆テレビショーとして批判し、他の企業にもアメリカへの燃料供給を停止するよう呼びかけました。欧州ではテスラの電気自動車の売り上げが半減したことは知られていますが、米国企業に対するボイコットの動きが広がる可能性があります。今日は以上です。情勢分析やニュースの感想、最新情報など、ぜひコメント欄にお寄せください。最後に、このチャンネルにはサブチャンネルがあります。また、関連するツイッター、ノート、テレグラム、ニコニコ動画があります。ノートでは全文を掲載し、ニコニコ動画では過去動画を順次掲載しています。何かあった時は、これらのメディアで視聴者様にお知らせしますので、ぜひ、どれか一つでもチャンネル登録、フォローの方をお願いします。リンクは概要欄にあります。ご視聴いただきありがとうございました。